この動画を見る場合が全く描けない人でも私みたいな立ち絵が作れるみたいですよ。しかも使用ソフトは無料、パソコンは低スペックで大丈夫みたいです。とりあえず動画本編へどうぞ。皆さんこんにちは。なんか私たち立ち絵のクオリティ上がっていない？はい、立ち絵のクオリティアップをしてみました。瞬きもできるし口も動かせてすっごい快適。あとなんか色々出せるようになったんですよ。これは絵師さんか何かに頼んだんですか？基本的な画像は画像生成 AI で作って表情差分は少しイラストソフトで調整した程度です。要するに全く絵の描けない投稿者でもこんな感じの立ち絵が作れるってことです。画像生成 AI ってこんなのも作れるんだね。今回は画像生成 AI を使って無料で作れる瞬き、口パク対応折りキャラ立ち絵の作成方法を紹介します。まずは画像生成 AI ですが C アートというサイトを使用します。なんかすごい怪しい雰囲気のするサイトですね。怪しい雰囲気はしますが無料かつ商用利用可能でステーブルでフュージョンを扱えるのはここだけと思います。投稿者は有料会員ですが今のところトラブルは発生していませんので無料で利用する分には問題ないんじゃないでしょうか。よろしければ画面の QR コードを読み取って会員登録していただければ幸いです。アフィリエイトか。この C アート、画像生成がソシャゲでいうところのスタミナ性を採用しています。この QR コードから登録してくれると投稿者のスタミナが回復します。Google アカウントがあればすぐに登録できる。偽名で電話番号登録していないアカウントでも登録できますね。どんだけ信頼してないの。登録が完了したら右上の操作ボタンを押します。画面が遷移したらまずは右上のモデルの切り替えボタンを押しましょう。左上の検索ボックスにて可愛いを検索します。検索結果の一番左の金髪の女の子のやつをクリックします。モデルってなんだ？あとこの可愛いってなんだ？モデルというのは生成される画像の方向性のデータです。可愛いは高画質な女の子のイラストを生成できさらに商用利用可能なモデルです。商用利用可能っていうことは商用利用不可なモデルもあるってことね。そうですね。モデルが商用利用可能か不可か調べたい場合はモデルの検索結果右上の詳細をクリック。遷移した先のページのモデルソースにあるし微体のリンクをクリック。さらに遷移したページの右下ら辺にあるアイコンにマウスオーバーしましょう。こんな感じのが出ますが注目すべきは上の2行です。上の2行にチェックマークが入っていれば商用利用可能と考えて良さそうね。では画像生成に移りましょう。まずは画面右の基本設定をしましょう。立ち絵制作なので画像数は4、画像モードは HD 画像サイズ3対4で良いかなと思います。画面下部のプロンプトを入力部分にプロンプト、いわば作りたい画像の指示をしましょう。じゃあ日本人らしく着物の女の子を作りたいな。ではこんな感じのプロンプトを実行しますね。英語なんですね。日本語入力にも一応対応していますがうまく反映されてない場合が多いので英語での入力が一般的ですね。そろそろ出来上がりそうですよ。どんな画像が出来上がるか楽しみですね。着物の女の子がちゃんと出てきましたね。ところでさっきのプロンプトはどういう意味なんですか？ワンガールは女の子一人の画像を出力します。着物は着物ですね。ウェアリング着物みたいな文法にする必要はなく単語で入力すればよいです。ただし細かい指定をしたい場合は文章で入力しても判断されます。最後のチビは？チビを入力すると3頭身キャラが出力されます。こういう特殊なプロンプトはプロンプト解説サイトをチェックして情報を仕入れる必要があります。生成された女の子のイラストどれも可愛いけどポーズや背景が派手で立ち絵にするのは難しそうね。プロンプトを改良してみましょう。グリーンバックと全身が映るプロンプトを入力しました。グリーンバックになるだけで一気に素材感が出ますね。ただ私は黒髪ロングの着物の女の子が好みです。じゃあ黒髪ロングのプロンプトを与えてみます。黒髪ロングになりましたね。ただ着物の色がバラバラで定まっていないような気がします。ピンクの着物が良いかな。ピンクの着物のプロンプトを与えます。可愛いピンクの着物になりましたね。ただポーズが定まっていないのが気になります。じゃあ気をつけの姿勢にしてみますか。
私的には胸の前あたりで指を交差しているような感じが可愛らしいかなと思います。めんどくせえデモンストレーションなんだからそんなにこだわるなよ。はいよ、お待ち。黒髪ロングピンク着物指組美少女一丁。女の子の可愛さにピンクの着物が追いついていないので着物に花柄でも入れてみたいな。はい、花柄マシマシですね。喜んで。はいよ、お待ち。黒髪ロングピンク着物指組美少女花柄マシマシ一丁。はあ、この子めちゃくちゃ可愛いですね。この子でデモンストレーションなのになんでこんなに気合い入れてるのかわからんけど、この子をベースに立ち絵にしましょう。私たちのような瞬きと口パクができる立ち絵にするために差分のイラストを生成しましょう。差分を作成したい画像をクリックして右のバリエーションをクリックします。赤いゴミ箱マークの下の筆みたいなマークをクリックします。口パクのため口を開いた画像が欲しいため口の部分を塗りつぶします。そして下のプロンプトの部分にオープンマウスのプロンプトを入力します。差分に必要なプロンプトだけでいいんだね。すると口が開いたバージョンの生成に成功しました。もう1枚より大きく口を開けた画像が欲しいので次はオープンマウスワイドのプロンプトを与えます。ということで結果はこの通り。パッと見は分かりづらいですが前より一回り大きく口が開いています。テクニックとして先ほどのバリエーションの画面で親和性のある別のモデルに切り替えると一つのモデルでは出せない表情が出せます。口の部分のバリエーション生成時にキューティーミックスという別のモデルを与えてみました。これはこれで可愛いですね。続いては瞬きのための目の差分を作成します。半壊状態としてハーフオープンアイズ閉じた状態としてクローズアイズのプロンプトを与えます。手順は口で行ったことを目で行うようにします。目を塗りつぶす際なるべく紙を塗りつぶさないようにしましょう。難しいね。白く塗りつぶしたところは再生成が行われてしまうため紙の再生成部分が行われるとかなり違和感が出てしまいます。目の半開きと閉じた状態の画像ができたけどさ、半開きの方目の周りがガチャガチャしてない？とりあえず簡単な修正は行うのと半開きは基本的に一瞬しか表示されないから、静止画としてじっと見ると違和感があっても瞬きアニメーションにするとさほど違和感がないから大丈夫と思います。とりあえずベースになる画像と口パク差分と瞬き差分の合計5枚のイラストができました。これを組み合わせると私たちみたいな瞬き口パク立ち絵ができるんですね。組み合わせて立ち絵ファイルを制作する前に画像生成 AI において重要なローラと権利に関して軽く触れます。興味がない方はスキップしてください。ローラの設定はモデルの切り替えの下で行います。ローラって何？料理で例えるとモデルがラーメンとしたらローラは醤油、豚骨みたいな感じです。今ローラの検索でレームを検索してみるとたくさんのレームのローラがヒットしました。このレームのローラは権利上扱いやすいので使わせていただきます。今モデルかわいいと先ほどのレームのローラが設定されている状態です。この状態でワンガール、レームとシンプルなプロンプトを与えてみます。すごい、レームだ。ローラを使用するとモデルのみを使ってプロンプトで情報を与えるにはめんどくさい服装やシチュエーションをローラを使えば簡単に制作することができます。すごい便利ですね。ただし無許可に俳優の顔や画風を学習して作成されたローラがたくさん出回っているのが問題です。スパイダーマンって検索しただけでこんなにいっぱいローラが出てくるんですね。ローラは商用利用可能であってもそれはローラ制作者が勝手に言っているだけで違法な手段で学習生成されたローラの使用は注意が必要です。こういう権利を考えながら画像生成しなきゃいけないんですね。注意しながら楽しみましょう。では東映スパイダーマンのローラあるじゃん面白い。今権利がどうとか言ってましたよね。では東映スパイダーマンの画像生成を違うだろ、行います。立ち絵作るんだろ。スキップした人びっくりするだろ。そうでしたね。今回は FireAlpaca という無料の高機能ペイントツールを使用して PSD 立ち絵ファイルを生成します。まずはベースとなる画像を読み込ませて不要な背景部分を削除します。FireAlpaca だと自動選択ツールを使って削除していきます。緑の部分をクリックしてデリートキーでどんどん切り抜けていくね。背景部分のよくわからんフラッシュみたいなのは消しゴムで手動で消していくよ。足元の影やエフェクトは私たちみたいに胸より上しか使わない場合削除してもしなくてもいいかな。今回は FireAlpaca 1本でやってるけどブラウザ上で動作する高機能の画像切り抜きサイトとかあるからそういうのも使っていいよとかなんとか言ってる間に切り抜けちゃった。この状態で保存するよ。
透過したベースの素材を保存できたら続けて差分の画像を全てレイヤーにぶち込むよ。ここから先はニコニコ動画のピングの立ち絵を PSD 化する方法という動画の丸パクリになります。新感覚すぎるだろその宣言。レイヤーに差分画像をぶち込んだらレイヤーにフォルダを作成します。まずは口からいきましょう。口差分画像の口元を投げ縄選択ツールで囲います。このくらいガバガバで大丈夫です。ガバガバだな。これをコントロール C でコピーしてフォルダ内にコントロール V で貼り付けます。口フォルダの中身を口全開、口半開、口閉じ画像にするってことですね。今映像では口半開を口フォルダ内にコピペしていますね。口フォルダ内の口画像の名前はアスタリスク口全開みたいにしましょう。なんで？知らん。参考動画でそう言ってたからそうしてるだけです。口フォルダ内が口画像でいっぱいになったので次はのっぺらぼうを作る工程みたいですね。のっぺらぼう？こういう状態です。突然不気味な姿ででかくなるな。怖いだろ。あ、映像でスポイトツールで適当な肌の色をとって目を塗りつぶしていますね。和よ一気に塗れよ。慎重にさせてやれよ。のっぺらぼうになりましたね。これも体フォルダを作って基本体としてぶち込んでおきましょう。今のっぺらぼうの上に口画像を表示非表示にして口の動きを見ていますね。口が動いているように見える。続いては目フォルダを作っていきます。バリエーション生成した閉じた目ですがちょっと違和感がありますね。さっきののっぺらぼうを作った要領で肌色で違和感のある部分を塗れば修正できますね。とりあえずパッと見違和感がないくらいには修正できましたね。次の半開きの目も同じ要領で修正します。だいぶおかしな雰囲気ですね。意外と動作させると違和感感じないから大丈夫ですよ。各フォルダに各パーツの差分素材を入れ終えて完成しました。やってることは目と口をくり抜いてのっぺらぼうの上に貼り付ける感じですね。これで完成したので PSD ファイルとして適当な場所に保存しましょう。毎度おなじみゆっくりムービーメーカー4を開いて PSD 立ち絵の設定を行います。キャラクター編集で新規のキャラクターを作って設定をしていきます。立ち絵の設定部分で PSD ファイルを選びます。フォルダマークをクリックして作成した PSD ファイルを読み込ませます。読み込まれていますね。口と目は全開のものを選んどきましょう。この状態を基本としてプリセット保存しておくと便利です。そしてツールの PSD 立ち絵マネージャーを開きます。PSD 立ち絵を読み込ませます。まずは口パク動作を設定します。口全開形を選択します。次に下部の追加ボタンをクリック。残りの口パク差分画像をすべて選択。画面の指示の通り一番上が口全開、一番下が口閉じになるように順序を切り替えます。右部分を口パクにすることを忘れずにね。目も同じ要領で設定を行います。右部分の瞬きは何やら時間の指定があるね。個人的に開始 0.1 間隔は0で良いと思います。お疲れ様でした。立ち絵の設定は全て完了です。では登場していただきましょう。黒髪ロングピンクの着物指組美少女花柄マシマシの子です。はじめまして、黒髪ロングピンクの着物です。私名前ないんですか？そういえば名前ないよね。画像生成 AI で生まれたから愛ちゃんはどう？嬉しい。私、愛です。でも君今後一切登場ないけどね。ええ、そんな。投稿者が3人分のセリフ回し考えれるわけないだろ。じゃあなんで私を作ったんですか？正直私が悪ノリでこだわって作ってしまった。そういうことでご視聴ありがとうございました。動画が参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくね。私のデータを概要欄で配布しますので使いたい方は使ってください。
逃げたな。投稿者の画像生成スタミナ回復のため招待リンクからシアートの登録をお願いします。業務に使っているので登録していただけると助かります。よろしくね。